何が起こっているんだ。コアクリスタルが輝きを失ってやがるのか。いや、これは輝きを失うというより汚染されているとでも言うべきじゃねえか。まさかあなたが出てくるとは。それほどまでにまずい事態なのですか。以上ね。それがこの汚染じみた変な魔力が混じってることか。世界の均衡が。ジョーカーということは聖域に行く必要があるってわけね。聖域？コアクリスタルが生まれる場所、私たちは聖域と呼んでる。分かっています。方法もその結果も全て。話は聞いていたね。これより我々は聖域へと赴き、コアクリスタルの浄化を行う。ラナンさん、魔力の補填とは？説明するよりも実際に見てもらった方が早いだろう。時間もあまりない。早速コアクリスタルの浄化を開始しようか。それならまずは私からやらせてもらうわ。待っているのって性に合わないし。分かった。では我々もそれぞれの聖域へ向かうこととするか。僕はどうすれば？ルシオは私と一緒にね。どうせその後他の聖域にも行くことになるだろうけど。それってどういう？時間がないからおとなしくセティアについていけばいい。はい。よし、じゃあさっさと行きましょうか。セティア、気をつけて。そっちこそね。ここが聖域。火のクリスタルが生まれし火の聖域よ。異界にこんな場所があっただなんて。クリスタルの戦士はそれぞれが司る属性の聖域を与えられるので、ここでコアクリスタルを浄化するわけだけど、一人だと色々と危険なのよね。だからルシオには私の手伝いをしてもらいたいのよ。わかりました。でも手伝いって何を？ま、見ていればすぐにわかるわよ。コアクリスタルを台座に収めてっと。そんじゃあ行くわよ。クリスタルの中の汚れを私の体に流し込む。
セティアさん、大丈夫ですか？いいから見ていなさい。そろそろだから。いやー、なんだこの魔物、一体どこから湧いてきたんだ？要するにそいつがコアクリスタルに悪さしてるいけない子ってこと。私の力で無理やり具現化させているの。今のうちに倒しちゃいなさい。そいつを倒せばこの変な魔力も浄化できるはずだから。セティアさん、もしかしてその具現化って想像以上にきついんじゃ？情けないけどご覧の通りね。あいつをとどめておくので精一杯みたい。こうしてる間にも私自身の魔力がどんどん消耗しているわ。わかりました、僕に任せてください。セティアさんだけじゃない他の先輩たちも、それに世界の均衡も守らないと。だから僕がやります。セティアさんは下がっててください。言うじゃない。私のことは気にせずに前だけ見てればいいわ。ここからがあんたの頑張りどころよ。立派に。はい。今はやれること頑張らないとね。やった。やるじゃない。私と旅をしていた時より随分と立派になっちゃって。セティアさん、大丈夫よ、これぐらい。それにまだコアクリスタルの浄化は終わってないの。汚れが入っていた分コアクリスタルの中の力は減ってしまっているわ。だから私の力を分け与えてコアクリスタルに魔力を補填する。それが終わるまで倒れるわけにはいかないわ。僕に何か手伝えることはありませんか？ただ見てるだけなんて。残念だけどこれは火のクリスタルを司る私の役目だわ。ルシオにはやるべきことがあるでしょ。次の聖域に向かいなさい。そしてさっきと同じように汚れをあなたの手で打ち払うの。でもそんな状態のセティアさんを置いていくわけには。私を誰だと思ってるの？このくらいなんてことないわ。次の聖域へ移動するという意思さえ見せれば勝手に異界があなたをそこに連れて行ってくれる。
私に構わず次の聖域でも頑張りなさい。わかりました。無茶だけはしないでくださいね。あんなに頼りなかったくせにいつの間にかかっこよくなっちゃって。もう少し見守ってあげたかったけど、そうもいかないか。さてうかうかもしてられないわ。さっさと全部終わらせましょう。ルシオ、あとは任せたわよ。ここも普段とは様子が違う。ようやく来たようだね、ルシオ。ラナンさんってすごい汗ですよ。大丈夫なんですか？もしかしてラナンさんも未知の魔力をその体に取り込んで。セティアのところで全て見てきたのだろう。説明する必要はないと判断するよ。それにしてもまさかここまでの負荷がかかるとは。世界を支えるコアクリスタルからこんなにも異質な力が溢れ出るなんて異常事態にも程がある。気を抜くと意識もろとも持っていかれてしまいそうだ。さてルシオ、見ての通りこちらもあまり時間がない。覚悟はいいね。はい、これは僕がやるべきことです。セティアさんからも背中を押されました。クリスタルの戦士として己の使命を果たしてみせます。いい目だね。今の君になら全てを託してもいいかもしれない。それでは早速始めよう。コアクリスタルの汚れを君の手で打ち払うんだ、ルシオ。はい、行きます。よし、こっちの魔物も討伐完了。ラナンさん大丈夫ですか？ああ、問題ないよ。浄化も無事に終わった。ラナンさん、心配しなくていい。それよりも今回の異常について少しだけ分かったことがあるんだ。コアクリスタルに魔力を補填する事例は以前にも何度も確認されている。だがコアクリスタルに異質な力が蓄積されたなんて前例はないんだ。実際に自身にこの力を取り込んでみてようやく理解できた。おそらく各地での魔物の凶暴化などはこの力が原因だったんだろうね。この不自然極まる状況は自然的なものじゃない。何者かの介入があったはずだ。ルシオ、君にはまだ行くべきところがあるがどうか気をつけてくれ。任せてください。何があろうとも使命は必ず果たしてみせます。今回の異常の原因も僕が突き止めてみせます。だからラナンさんはどうか休んでいてください。それでは僕は行きますね。相変わらず
行動が早いね、君は。どうか無茶だけはしないでくれよ。私たちの後継者。次の聖域に来たけど誰もいない。いや、あれは大きさだけで私を倒せるなんて考え知らず。威力なら私も負けない。残っている力もわずかだけど、まあ問題はない。ジュームさんが戦ってる。助太刀しないと。はあ、大丈夫ですかジュームさん。遅い。待ってられなかったから先に始めてしまった。相変わらず手厳しい。でも無事でよかった。ジュームさん。どうやら話をしている暇はないみたい。離れて、私がやる。ジュームさんは休んでいてください。あなたは必ず僕が守ります。ルシオ、情けなかった新米は随分と言うようになった。頼りにしてる。特訓の成果を私に見せて。よし、こっちの魔物も討伐完了。ああ、問題ないよ。お怪我はありませんかジュームさん。あなたが来る前から戦っていたから怪我はしてる。これでも急いだんですってば。冗談。強くなったね。強くなれたのはジュームさんのおかげですよ。ジュームさんに鍛えてもらったから僕は変わることができたんです。褒めたって特訓に手を抜くつもりはない。そんなつもりはないんですけど。あ、そうだ、これはラナーさんからの情報なんですけど。ということなんですけど、何か心当たりはありませんか？ごめんなさい、思い当たらない。そうですか。でもあなたなら必ず原因を突き止められるはず。応援してる。
頑張ってルシオ。はい。ではベリスさんの元へ急ぎます。後で迎えに来ますから体を休めておいてください。後で迎えに来るか。その約束は守れない。あなたの行く末を見守れなくて少しすごく残念。さよならルシオ。最後の最後でまた面倒なことになったもんだぜ。雑魚の相手なんざごめんなんだがと来たみたいだな。どけー！遅くなってすみませんベリスさん。いやー待ってたぜルシオちゃん。恋する乙女かのようになあ。ベリスさん、なんですかそんなにグイグイ背中を押してきて。いやー何ちょうど探してたんだよ。俺の代わりにこいつらの相手をしてくれる優秀な後輩をよ。もしかして戦うのが面倒だっただけなんじゃ。そんなことはないぞ。汚れの具現化で俺はもうクタクタなんだよ。大仕事の前にちょっとだけ休ませてくれやな。確かに皆さん消耗が激しかったのは事実ですからね。とにかくこいつらは僕が引き受けます。ベリスさんは休んでてください。頼りになるね。じゃあ任せたぜ。ありがとよルシオ。手間をかけちまったな。いえこれぐらいは。そんなことより浄化の方は大丈夫そうですか？ああ大丈夫だ。お前のおかげで無事に終わったよ。あとは欠損した分の魔力を補填するだけだ。そうですか。でも本当にこれで終わりなのでしょうか？結局異常の原因も突き止められていないのに。なんだか終わった気があまりしないんです。終わりという表現はあながち間違っちゃいねえよ。え？お前は俺たちクリスタルの戦士の運命ってやつをどれだけ知ってる？僕たちの運命ですか？コアクリスタルを守り世界の均衡を保つ？まだ誰も教えてやってねえのか。ならお前に俺たちの運命ってやつを教えてやる。このコアクリスタルだが何で作られていると思う？何って魔力とかそういうものからなのでは？違う。こいつはクリスタルの戦士。その慣れの果てだ。え？コアクリスタルの魔力で世界の均衡が保たれていることは
お前も知っているな。はい、ジュームさんたちが教えてくれましたが。だが永遠なんてものは存在しない。コアクリスタルも例外じゃねえんだ。世界を維持し続けるためにコアクリスタルの魔力は消費されて徐々に減っていく。だから外部から減った分の魔力を補充してやらないといけねえ。そこでそのコアクリスタルの属性を司るクリスタルの戦士が自らをクリスタル化させる。そしてコアクリスタルと一体化し、減ってしまった魔力を補って世界を支える柱になるんだ。クリスタル化ってまさかそんな。ああ、今頃全員役目を全うしている頃だろうな。皆さんそのことを知ってたんですか？お前以外は全員な。どうして？お前はまだ見習いだ。己が何のクリスタルを司るかすら自分でも分かってねえほどのな。だから時期尚早だと思って教えてこなかったんだが、事態が急変しちまったんだよな。まあ今まで語った通りが俺たちの運命ってやつだ。俺も例外じゃねえ。見ておけよ、クリスタルの戦士の運命ってやつをよ。ベリスさん、そんな腕が。こいつがクリスタル化だ。俺はもう長くねえ。なあ新米、短い間だったが楽しかったぜ。何も教えてやれなかったがあとは頼んだからな。そんな。ベリスさん待ってください、僕はまだ。あいつもこんな気持ちだったのか。遅くなったがようやく分かったぜ。もうすぐ俺もそっちに行くぜ。待っててくれよバルディア。まったく話が長いのは昔と何も変わらないな。誰だ？そう身構えるな。と言っても無理な相談でしかないか。お前は。いやバカだ、そんなことありえない。ありえるはずが。何か勘違いしているようだが、俺はお前の知っている人物ではない。その顔、その声で勘違いだと。何を言ってやがるバルディア。バルディア？それってさっきベリスさんが言っていた。黙れ。バルディアなどという運命に縛られるだけだった愚か者と一緒にするな。俺の名はアルストリア、クリスタルの解放者。クリスタルの解放者？一体何を言っているんだ？嘘をつけ。何が一緒にするなだ。親友の顔を俺が忘れるはずねえだろうが。光のクリスタルの戦士だったバルディアのことを。そうベリス、お前は忘れないさ。あの男が語っていた夢のことも。なんだと。まさかてめえ。確かにバルディアは己の使命の果てにクリスタル化し、そのせいに終止符を打つことがなった。だが彼の心に生じた小さな夢、使命から解き放たれ
自由に生きたいという切なる願いのかけら。ほんの小さな願いがやがて実像を結び、俺という存在を生み出したのだ。クリスタルの運命に縛られない自由な存在であるこのアルストリアをな。俺にあるのはただ己の願いのみ。使命に準じたあの男とは違うんだ。その願いがクリスタルの解放？一体何をするつもりなんだ？お前はなるほど、そうか。また世界のために犠牲になる哀れな奴を生み出したわ。そう睨むな新人。俺はお前とは分かり合えると思っている。なんだと？その前にまずはやるべきことをしておかなくてはな。ベリス、お前が司る氷のコアクリスタルを俺に渡せ。見ての通り、他のコアクリスタルはすでに俺の手中にあるのでは。それは皆さんのコアクリスタル？お前、先輩たちに何をしたんだ？何？邪魔をされたからか。少し動けなくしただけだ。ベリス、お前のコアクリスタルさえ手に入れれば俺の計画は一歩先に進む。全てのコアクリスタルの魔力を汚し、それを座に戻すことで世界の均衡を破壊する。そしてクリスタルの戦士たちを呪われた運命から解放するのだ。まさかあのよくわからねえ魔力を注ぎ込んだのはお前の仕業だったのか。コアクリスタルがアードラ大陸に行くことは分かっていたからな。コアクリスタルを守るお前たちを確実に弱体化させるためにも下準備をさせてもらった。魔物も操って襲わせてみたが良い趣向だっただろう。全部お前がやったのか。各地の魔物の凶暴化もみんなお前が。いずれ世界を壊すと考えれば些細な介入でしかなかったよ。てめえ何を考えてやがるんだ。世界の均衡が崩れたらどうなるか知らねえわけじゃねえだろ。もちろん世界の均衡が崩れれば無数にある世界は制御不能となる統廃合が行われる。それぐらい分かっているさ。そのためにクリスタルの戦士たちが縛られ続けていることもな。そんな世界を守ることこそが僕たちクリスタルの戦士の使命なのに。均衡を保たなければ崩壊する世界なら崩壊するのはある意味では自然の摂理であると言える。それをなぜ我々が犠牲になってまで引き止めないといけないんだ。消滅する世界が出てこようが我々には何ら関係のない話だ。統合された世界では新たな争いが生まれるだろう。犠牲になる人間も当然出てくるだろうな。だがそれがどうした。その程度の犠牲気にするだけ無駄だとは思わないか。なんだと。クリスタルの戦士は何代にもわたり数えきれないほどその身を犠牲にして世界の均衡を守ってきた。世界のために我々が犠牲になるなど間違っている。だから俺は世界を壊すのだ。もう分かっただろう。さあ
その忌々しきコアクリスタルを俺に渡すんだ。そんなことさせるわけないだろう。クリスタルの戦士たちがその身をかけて守ってきたものなんだ。僕たちは自由を求めてるんじゃない。世界をつなぎ止めるためにここにいるんだ。だから僕は絶対にあなたを止める。世界の破壊なんてさせない。相手との力量差も測れないと未熟なのはその腕だけではないらしい。邪魔だ。消えろ。ルシオ！遅い。悲しいなベリス。運命のくびきに縛られていなければこうもたやすく負けはしないだろう。他のクリスタルの戦士たちも同じだった。弱った体で俺に挑む。そして敗れていったのだ。コアクリスタルはいただいていく。さらばだベリス。そして未熟な見習いよ。もうすぐだ。もうすぐお前たちを悲しみから解放してやれる。待て！くそ、体が。まずいことになったな。ルシオ、お前はあいつを追え。俺は他の奴らを呼んでくる。それぐらいの体力はまだ残ってるからな。でも皆さんやられてしまったって。安心しろ。おそらく死んではいない。奴の目的は俺たちの解放だと言っていた。なら殺すことは奴の目的とは反する。それに簡単にやられるような弾でもねえだろう。はい、その通りです。僕は皆さんを信じてますから。ああ、分かったら早く追え。絶対に逃がすなよ。はい。動け、僕の体。まだ倒れるには早いだろう。絶対にやらせない。光の意志も世界も先輩たちも僕が守ってみせる。待て、アレストリア。もう追いかけてくるとは。少し手を抜きすぎたか。お前の勝手にはさせない。コアクリスタルを返すんだ。何の策も練らずにただ闇雲に後を追いかけてきただけか。無謀にも程があるな。無謀だろうと何だろうと僕はここでお前を止めなくちゃならないんだ。はあ！隙だらけだ。多少の修行は積んでいるようだがそれでは俺には届かんな。まだまだ。うわ無様だな。お前の剣は切っ先すら俺に届いてはいない。やめておけ。お前は勝てない。おとなしく世界の最後をそこで見ているがいい。くそ、手も足も出ないなんて。そこまでだバル。いや、頭数を増やせば太刀打ちできるとでも。ふざけないで。あなたを倒しに来ただけ。さっきはよくもやってくれたわね。光の意志にあだなせ、反逆者アルストリアよ。君はここで打倒させてもらう。やめておけ。今の弱ったお前たちでは足止めにすらならん。コアクリスタルに生命力を注ぎ込んだばかりの
今のお前たちではな。ただ魔力を飛ばしただけでこの威力。これは我々が弱っているからというだけではないね。お前その身に取り込んでやがるな、光のコアクリスタルを。おっと、さすがに気づかれてしまったか。さすがはバルディアの親友だな。嫌でも気づくさ。お前の中からバルディアの魔力を感じ取れちまうからな。光のコアクリスタルを。だが少しだけ違うな。光のコアクリスタルだけではない。コアクリスタルの魔力量には限界がある。加減はもちろん上限もな。さて思い出してみる。コアクリスタルに起きていた異常が何だったのか。未知の魔力が蓄積してコアクリスタルの魔力量を圧迫していた。そして我々がそれを弾き出した後はコアクリスタルの魔力量は大きく減少していた。まさか。そうだ。では溢れ出た元々のコアクリスタルの力はどこへ行ったと思う？まさか奪ったの？全てのコアクリスタルの力を。その通り。さすがに根こそぎというわけにはいかなかったが、だが溢れたコアクリスタルの魔力と俺自身の力、この状況で俺が負ける道理などない。そんなバカな。コアクリスタルの魔力をその身に取り込むだなんて。だからどうしたと言うんだ。どれだけお前が強いとしてもここで膝を折る理由になんかなりはしない。まだ立ち上がるか。しぶとさだけは評価してやろう。だが勝算がないことに変わりはないんだぞ。それとも何か打開策でもあるのか？それは仕方がない。俺がもう一度選択肢を与えてやろう。クリスタルの戦士たちよ、この俺の仲間にならないか。共に世界を破壊し、使命などというふざけたものから解放され、真の自由を手に入れる。それこそがクリスタルの戦士が手に入れるべき幸福なのだ。ふざけるな！そんな選択に乗るわけがないだろう。ただ使命のために生まれ、用済みとなったらクリスタル化し永遠に縛られる。そんなふざけた運命などここで捨てるべきだ。そう。自由か。なるほど。やっぱりな。願い、つまり意志が実像を結んだと言っていたから察しはついていたが、なんだと？バルディアはクリスタル化する前からずっと自由とは何かと考えているようなやつだった。クリスタル化する直前に自由を求めるその意志だけが未練となって分離した存在を生み出したんだ。アルストリアというビジョンの形を取らせてな。そんなことが可能なんですか？それだけあいつの未練が強かったってことだろう。こいつを生んだのが使命を全うしたバルディア。そう、光のコアクリスタルだったんだ。そうだ。俺はバルディアが自由を求めるあまり生み出されたビジョンだ。だがそれが分かったところで何が変わる？
お前たちが俺に勝てないという状況が変転することはない。さあ受け入れる自分たちの敗北を。このくだらなくなんかない。なんだと。僕は使命を与えられたからこそ多くの人々に出会うことができた。僕が今まで出会ってきた人たちは不自由な境遇の中でも必死に自分なりの自由を見つけて生きていた。それと同時に自分の使命を全うするために何度でも立ち上がり奮闘してもいた。使命とはその人の生き方を決めるものだ。くだらなくなんかない。僕はクリスタルの戦士として己の使命を全うする。してみせる。先輩たちのように今を一生懸命生きられればそれでいい。だからお前の手は取れない。貴様本当にクリスタルの戦士か。刹那のせいにしがみつくなど人間のようなことを言う。生まれてくる命のために祈りを残した人たちがいた。愛する人のために己の命を懸けて進む人がいた。圧政に苦しむ人々を救おうと変革ののろしを上げる人も。そして夢物語と笑われても争いなき世界を実現すると心に誓った人がいた。一つ一つは小さくてもそれは全部間違いなく希望の光だ。僕はその光を守るために戦う。なんだこの光は。なぜ俺の体からこのような光が。まさか。待て、おかしいだろ。なぜお前が俺を拒絶するんだ。よりにもよって俺を産んだお前が。何が起きてるの？バルディアだ。クリスタル化してもなおあいつは自分を失っていなかった。光を守ろうとするルシオの呼びかけにバルディアの心が同調したんだ。つまりバルディアが自身の力を託す相手としてルシオを選んだということか。でもまだ足りない。今のルシオじゃあいつには勝てない。なら私たちが手を貸してあげないとね。残っている魔力を全て新たなるクリスタルの戦士に分け与える。バカな。俺の中から光の力が失われていく。もうここで終わらせようアルストリア。いや終わりではない。俺にはまだコアクリスタルから奪った力がある。覚醒したばかりの戦士など恐るるに足らん。よかろう、決着をつけるぞルシオ。勝者の掴み取った未来だけが世界の命運を決するのだ。僕は負けない。未来を照らす光は絶対に守ってみせる。バカなバカな。この俺が押されているだとこんな未熟者に。いやまだだ。俺は諦めない。諦めてなるものか。クリスタルの戦士たちを
呪われた運命から解放するまで絶対に諦めるわけには。世界の希望は僕が守ってみせる。終わりにしよう、アルストリア。諦めてなるものか。俺がこんなところで終わるだなんて。俺はみんなを自由に。アルストリア、いいだろベレス、光のコアクリスタルと化したバルディアが力を貸したからルシオは勝つことができた。使命から解き放たれた自由を求める一方でバルディアの中からはクリスタルの戦士としての光の心は失われてなかったんだ。あいつがルシオに光の力を託した時点でお前の負けは決まっていたんだよ。決まっていたか。つくづくクリスタルの戦士というのは運命に縛られるのが好きらしいな。お前こそ心の一部とはいえビジョンってだけあってあいつによく似てるぜ。結局どこまで行こうと仲間のことしか考えてねえところだな。後始末とは。決まっているだろ。俺たちがクリスタル化するんだよ。コアクリスタルの足りない魔力をすぐにでも補わなくてはならないからね。私たち4人がクリスタル化することで全てを元通りにしなくてはならない。待ってください。なら僕も一緒に。半人前の魔力じゃどうせ足りない。私たちの魔力で光のコアクリスタルの分も十分補填できるから大丈夫よ。そういうこった。お前はここに残っていずれ生まれてくる後輩たちを導いてやれ。皆さん、ふざけるな。誰がそんなことを許すか。バルディア、俺が今までやってきたのはお前たちをクリスタル化させないためだ。そんなことになるくらいならば。まさか奪ったコアクリスタルの力を全て放出しているの？それだけじゃない。彼自身をビジョンとして実体化させている魔力も全て放出している。そんなことをしたら自身が消滅してしまうはず。なぜそこまで。俺は別にクリスタルの戦士の使命や末路を認めたわけじゃない。ただクリスタルの戦士が消えていくのが我慢ならないだけだ。あとはそうだな、クリスタルの戦士であることを誇りに思っていると叫んだ。そこの信頼を認めてやっただけだ。ああ、バルディア、そうだ。
バルディアよ、俺はただ仲間たちと自由に暮らしたかった。こんな状態になってもなお、俺には世界を守りたいという強い意志があったんだ。アルストリア。バカ野郎。かき乱すだけかき乱して勝手に去りやがった。せめて別れの挨拶ぐらいさせろってんだ。アルストリア、願いが強い力を生み出すのは私たちも人間も同じなのかもね。同じようにバルディアの心も本物だった。ああ、だからこそこうして世界の均衡は守られたわけだ。彼に感謝しないとね。美味しいところ持っていかれた。でもおかげで一件落着。それもそうだけど、感謝するなら忘れちゃいけない相手がいるわよね。ああ、もちろん。コアクリスタルもこうして元の輝きを取り戻したし。お疲れ様、ルシオ。今回は君がいてくれたおかげで全て解決することができた。お前は自慢の後輩。いや、クリスタルの戦士だな。光を司るクリスタルの戦士としてあなたほどふさわしい存在はいないわ。これからも私たちと共にこの世界を守っていってほしい。ええ、もちろん。バルディアさんに託された分も僕が戦い続けます。よし、いい返事だルシオ。それじゃあ後のことは頼んだぜ。よっくいせっと。どうしたんですか？急に座り込んで。って皆さんまで？そうね、情けないけどもう限界。さすがに疲れちゃったかも。汚れの具現化とルシオに渡した分、みんなもう魔力が空っぽ。そういうわけだ。我々は休ませてもらうよ。しばらく起きないから、その間のことは君に全て任せてもいいかな。ちょっと待ってくださいよ。寝るつもりですか？ここで？魔力の回復には休息が一番。もう敵が来る心配もないしね。バルディアに託された分は頑張るんだろ？じゃあ俺たちもお前に託すってことで。じゃないですって。そうじゃなくて僕は。まあルシオなら大丈夫。何があってもなんとかなるわ。ほら、ジュームを見たまえ。君に安心して任せられるからこそ、もうすでに寝入っているよ。さすがだね。私ももう起きていられなさそうだ。それじゃあ一眠りするよ。起きたら私から一本取れるまで立ち会いをやめない。
なんて恐ろしい寝言を。私も寝るわ。おやすみ許しよ。また後でね。皆さん本当に寝ちゃうんですか？参ったな。後でなんて謝ろう。僕ももう限界でしたって。うーん。